では例えば今赤チームは3点、黄色チームは7点、4点負けている状態で8エンドを迎えました。もう絶対的にこの方向で2点ないしは3点狙っていけるといいですが、まずじゃあ2点取れました。2点取れてもまだ2点ダウンです。9エンド目10エンド目、相手に例えば1点をあげると、1点をあげたらもちろん10エンド目後攻が来ますが、8対5、3点差です。3点ダウンで後攻で勝てるのか。じゃあ例えば9エンド目10エンド目、ここで今2点差なので9エンドもスチール、10エンドもスチール、これで7対7で同点になります。ゲームオーバーではないですね。まだエキストラエンドに行ける。このダウンが点差がかなり大きく負けていると、どうしてもスチールをしなきゃいけない場合になったり、相手に1点をあげることさえも難しい、点差が広がってしまうから、後攻は来ても3点最後取れるだろうかっていう風になってくるので、点差を縮める、なおかつ先攻後攻も考えていかないとなると、点差がついたまま後半を迎えるとかなりリスクを冒した展開にしないといけないので、できるだけ中盤までには1点差2点差で入れるとっていう考え方になります。反対に勝っている時、黄色チームとしていくならば、4点アップで8エンド目を迎えました。もう4点もアップしているので、この時点で相手に2点取られても、ここでもまだ2点アップです。2点アップで9エンド目10エンド目、じゃあどういう風にいくかというと、ブランクできるといいですよね。2点アップのまま10エンド目、黄色チームは後攻が持てます。ただし2点アップなので、相手に1点スチールされても9エンド目に6対7で黄色チームとしては1点アップした状態で後攻です。これは全然悪くない形です。最終的に1点でも多く点数を取っていれば勝ちなので、たくさんリードしている必要はないので、1点を上げる展開っていうのが作りやすくなります。なのでたくさんリードして終盤を迎えると、この先攻後攻のシーソーゲームも余裕を持って考えて進めていくことが可能になります。じゃあ例えば終盤で大きく差がついている時は、先攻チームとしては点数がたくさん負けている場合はガードがいっぱい欲しいです。ガードがないと点数が取れていかないので、ガードをたくさん置く展開、これは先攻の場合ですね。例えば後攻でたくさん負けてる場合は、真ん中を空けつつサイドにガードをたくさん置いていく展開を作りたい。相手が例えば真ん中に入っていたとしても、後々2点目3点目につながる石をしっかり作っていく、そうですね、しっかり作っていくことによって最後どうにかこの石を出して複数点を狙うという形を作りたいです。なのでガードが非常に大事になってきます。ただ反対のチームからすると、ガードがあると点数を取られやすくなってくるので、たくさんリードしている黄色チームとしてはガードを外す作戦ですね。ガードを外す作戦、こんな風に影になるものをなるべく減らすことによって相手にチャンスを与えない展開を作っていきます。よくテレビでね、前ばっかりこう出していくっていう展開があると思うんですが、ガードがあるっていうことは自分たちにもね危険な展開になるので、点数たくさんアップしている時はいらないガードをまずどんどん出していくという風になります。